ハローハローハロー、皆さんこんにちは。ティンカーズチャンネルへようこそ。 Welcome back to my channel。 皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。本日は、年明けまして2024年1月1日に収録しております。新年からですね、やはり休みなのでのんびりと収録させていただいております。で、今回、お伝えするのがジョセフ・ティテルさんのサイキック要件。ブログでは、第101話と102話にもうすでに配信しているものでございます。101話のタイトルがカオスで怒涛の年末、102話が激しく揺れる世界というタイトルで送らせていただいているもので、この2話を今回ですね、耳で聞いて理解できるように、ギュッとまとめてご紹介をしていきたいと思います。で、今回もラジオみたいにですね、作業中のお供にできるように耳で聞いて理解できるようにしておりますので、ぜひともですね活用いただければと思っております。はい、で今回、ジョセフ・ティテルさんご本人のサイキック予言動画のタイトルが、私がちょっと勝手に訳してるんですけれども、出来事をサイキック予言、世界的カオス、い〇〇 L、い〇ん、地震&他というタイトルの動画を私紹介させていただいております。で、今回のジョセフさんの動画は去年の10月18日にすでに配信されたものでございますので、本当にサラサラとご紹介させていただきます。で、詳しく見たい、画像とかそういったね、詳しい用語とかそういうのも、ニュースとかも載せておりますので、そういったものを詳しく見たいという方は概要欄からこの動画のブログ101話と102話で確認をしてみてください。それでは、番組始めていく前にティンカースチャンネルの番組の趣旨のご説明だけさせていただきたく思います。ティンカースチャンネルの番組の趣旨についてご説明させていただきます。ティンカースチャンネルでは皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査を個々でしていただいたり、考えていただくきっかけになればと思っております。ですので、ティンカースチャンネルではこれが正しいんだよというように皆さんに答えというのを提示しているわけではございません。答えは提供しておりませんので、何事もご自身で疑っていただき、いい意味で疑っていただき、情報精査をご自身でしていただく、自分なりに考えて答えというのを模索していただきたいというふうに思っております。この考えるプロセスというものこそ自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだと私は信じております。皆さんの考え、直感というのは宝物だというふうに思っております。自分の直感を磨いてお互いに成長していけたらいいなということで始めた番組になっておりますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。皆さん本当に番組登録いつもありがとうございます。もし今回ね動画聞いていただきましていいなって思っていただけましたら、グッドボタンで高評価よろしくお願いいたします。で、引き続き、定期的に予言聞いていきたいよっていう方は番組登録、そして、ベルボタンを押して通知登録をしていただければ、不定期に私が配信しておりますので、私が配信した時にノーティフィケーション、通知が流れるようになりますので、ぜひ利用してみてください。で、この間私筆記神事の、予言というのをですねちらっと聞いたんですけれども、筆記神事が示しているには、もし日本人が一人覚醒したら、気づいたら、いろんなね直感ですとかそういうのに気づいて自然とともに生きていけるような人になれたのならば、その人が、あと1000人を目覚めさせることができるというふうに書いてあったそうです。ですので、もし私が目覚めているのであれば、これを聞いてくれている方、もしかしたら1000人が目覚めてくれるかもしれない。で、その1000人一人一人がまた1000人1000人ということで、どんどん倍増して気づく方が増えていけばなというふうに私は思っております。で、様々な方、ジョセフ・ティテルさんもそうですけれども、たつきりょう先生ですとか、あとは、正元さん、ペインティング画家のそのペンギ画家の正元さん
も言ってますし、その他サイキック預言士の方も言っているように、2025年7月5日に日本人がいよいよ目覚めると。それまでに、棺神事、その棺神事では7月5日とは言ってないんですけれども、年の年の前後10年に何かが起きるというふうに書いてあるんですけども、その、日本人が御霊を磨いてよみがえる、目覚める人が増えるよっていうふうに言っているんですけども、もしね、このタイミングで多くの日本人が本当の素晴らしい能力に気づいて、この世界を救える力を発揮できるのでしたら、私はね、この世の中、この世界中が素晴らしい世界になるんじゃないかなというふうに期待をしています。なので2025年までにはですね、私も、チャンネル登録者数が、1000人だけではなく1万人や10万人、20万人ということで、少しでも多くの人が拾っていただけるような動画にできればな、ちょっと聞いていただけるだけでも、お話がね広まればいいなということを思っておりますので、皆さん協力をよろしくお願いいたします。でもし、何かねコメントですとかそういうのがあれば、皆さんのご視聴者さんでのディスカッションもできると思いますし、相手のね心を思いやった形でコミュニケーションを取っていただければなというふうに思っております。皆さんです楽しく幸せに関わっていけたらなっていうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本編の方を始めていきたく思います。まず10月18日に配信されていた動画なので、10月のことをおっしゃっているんですけども、前回も、お話しした通り10月には、10月14日、これは日本時間の15日になるんですけれども、日本では観測できない日食が、欧米圏では観察できました。でこれを金環日食という、光のね金の輪っかができる金環日食っていうのが観測できたみたいなんですけれども、ジョセフさんがおっしゃるには、金環日食を境に闇の光が差し込むようなエネルギーが発生し始めました。地球全体にです。それは我々の惑星に変化をもたらします。2023年、そしてより大きな変化は2024年に起こるでしょう。今年ですね。今年にその大きな変化が起こるよということをジョセフさんはおっしゃっております。エネルギーの動きを把握する上で、こうした情報を知っておくというのも大事だというふうに思うんですけれども、そのね2024年、今年により大きな変化が訪れるということなので、しっかりと御霊を磨いて、皆さんいい人になれるように努力をして、波動を上げれる努力をして2024年を過ごし、2025年に備えていただければなというふうに思っております。で2023年10月28日にも部分月食、29日にあたると思うんですけれども、日本時間の29日には部分月食が日本でも観測できました。ジョセフさんがおっしゃるには、この部分月食は全てのものに光が差し込むようなエネルギーでした。全ての事柄のエネルギーを高めるということなので、抗議活動なども活発化します。人が集まり気持ちが高ぶっているところに近づくときは十分に気をつけてくださいというふうにおっしゃっておりました。そして立ち止まり一息つくことが大事ですよというふうにジョセフさんがおっしゃっております。立ち止まり呼吸を整えることが大事です。マスコミの報道をすることに一喜一憂してはいけません。スピリットはこの先もメディアの嘘が増えるというふうに教えてくれていますので、呼吸を整え平穏を保ちましょうというふうにおっしゃっておりました。確かにですね、ティンカーも情報を探るのが好きなんですけれども、あまりね情報を探りすぎるっていうこともバランスを崩す原因にもなります。ティンカーはまだね、たまに情報のデトックスをしてのんびりするようにしていますので、このようにですね、投稿が非常にのんびりになってしまっているので、あんまりね視聴者が増えないっていう困難がつきものですけれども、マイペースに私はやらせていただいておりますので、よろしくお願いします。
でさらに情報に気をつけましょうというふうにジョセフさんはおっしゃっていまして、これからはメディアもさることながらゴシップ、ナルシスト的な発言をする方がね、周りに多くなってくるんじゃないかなっていうふうにおっしゃっておりまして、喧嘩などっていうのを避けてくださいというふうにおっしゃってました。で、このね年末にかけて、そういったいざこざがあった方は友人関係を見直すきっかけになったのかもしれませんというふうにジョゼスさんはおっしゃっておりました。なので元から、そういう人たち、自分の気を乱す人たちというのは友達になるべきではない人物だったのかもしれませんということをジョゼスさんはおっしゃっておりました。みんながね、みんなとね友達になるということがいい人っていうわけではないと私は思います。私なんか所詮ね成人でも何でもないので、そんな心の余裕というのはなんていうのかな、空海とかそういうなんか善を極めた人たちのように、キリストのような、なんていうのかな、そういったとてつもないねエネルギーを持った人間では私はまだないので、そんなね全ての人と素晴らしい関係を築くというのはまだまだね私はできないので、自分のバランスが保てる範囲で人間付き合いを私はしてます。なので友達が少なくても友達がすごく多くてもその人次第だと思うんですけれども、多いからといっていいわけでは私はないと思います。自分の心がやっぱりね平穏で幸せになっていないと意味がないと思いますので、皆さんも無理して人付き合いはしなくて私はいいんじゃないかなっていうふうに思っております。自分のね心が一番幸せになれる方々と関係をねよく築く、それが大事なんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、皆さん参考にしてみてください。で世界レベルでも起こる嘘が関係をこじらせる事象が起こるというふうにジョゼスさんはおっしゃっておりました。世界レベルでも嘘の約束ですとか正直、正当ではない同盟など、そういった面でスピリットが言うにはこの先も誤りの旗が大きく振られるというふうに教えてくれてきています。この誤りの旗が大きく振られるというのは嘘をですね大々的に報道したりとか、みんなの気をね大嘘でこう紛らわしたりとか、そういうことが起こってくるのが多い、起こりやすくなるよっていうふうに言っているので、皆さん情報には気をつけてください。でどの国も信用できないのが現状だというふうにジョゼスさんはおっしゃっておりました。で U の N の闇なんですけども、この脳を抜いて U の N 読んでいただきたいんですけれども、このね連合体 U の N が保持するアーミーがあるところに押し入ってその土地を乗っ取るという予言がありましたが、覚えてますでしょうか。スピリットがおっしゃっていたのが、彼らがヒーローという印象操作をするでしょう。彼らは助けるためにやっているというような報道をしてきます。でこの U の N に関する過去の記事が今画面に載っているこの2022年の12月のサイキック予言でお話ししていたことになりますので、本編の概要欄からリンクでアクセスできます。よろしくお願いします。確認してみてください。でアフリカが最大の戦の場になるという予言です。ジョゼフさん曰くアフリカの北側、リビア、スーダン、アルジェリアやエジプトなどがあるエリアが浮かびます。おそらく U の N と関係があることなのでしょう。最近の予言でアフリカに戦が起こるというものがありましたが、今後アフリカのどこかがこの惑星で一番大きな戦場になる可能性がありますというふうにおっしゃっておりました。エジプトに災難が起きる。最近良くない予言に出てきてしまうこのエジプトという国なんですけれども、アフリカが戦の場になる可能性があるという話題からエジプトに大きな出来事が起こると、再びエジプトに関する予言をジョセフさんはお話ししていました。ジョセフさん曰く、この間の実況投資予言でもお伝えしたエジプトに起こることですけれども、人々がデモをしているのが見えます。まるで過去に起こったことの繰り返しのようですというふうにジョセフさんは表現していらっしゃいました。でこのエジプトに関する投資の予言ですけれども、今画面に出ている
この、ジョセフ・ディテル実況サイキック予言中の国に注目という回でお話ししています。これ前回の動画でお話ししていたことですね。はい。で、抗議活動の激化があるようで、先ほどもおっしゃってたんですけれども、ジョセフさん曰く現在行われている中の東の戦により早速、世界中で抗議活動が激化していますよね。金環月食が、金環日食が起こってから世界中が抗議活動の嵐となってます。確かにそうですね。10月ぐらいから結構激しくなってますよね。確かに中の東のですね、戦が始まったのが10月7日ですので、そこから抗議活動がねやっぱり活発化しています。で、第10位の予言、デモやカオスが世界中で起こるというのが、2023年のトップ10予言バージョン2、世界を変える大きなことが起きるという回で、この今画面に出ているこの回でお話ししておりますので、詳しく必読ということで確認してみてください。リンクは概要欄にあります。で、闇の支配者が狙う場所というものがあるそうで、ジョセフさんおっしゃるには、自由をこよなく愛す人々が集まっている場所、そこではやはり抗議活動などが活発になるんですけども、支配者らに対抗している姿が見えますというふうにおっしゃってました。で、気になるエッフェル塔の予言なんですけども、ジョセフさん曰くフランスのシンボルであるエッフェル塔が倒れるというビジョンがありますが、それは本当にタワーが倒れるのではなく比喩的なものだと思います。フランスでカオスが起こり大混乱になるということのように感じますというふうにおっしゃっておりました。ただこの、タワーは倒れないんじゃないかって言ってるんですけども、タワーに何かが起こる可能性はあるということもおっしゃっておりました。カオスは起こされるもの。人々が混乱に陥りカオスが生じる。そうなると整えることが大事だということになりますね。そうすると管理をしないと混乱やカオスが起きるという流れになります。そこが闇の支配者らの目的なのですというふうにジョゼスさんはおっしゃっておりました。わざと混乱をごちゃごちゃを起こして、こんなごちゃごちゃダメじゃん、じゃあみんなを管理しましょうっていう方向に持っていく流れを作るというのが目的ということを言っていました。皆さんどう思いますでしょうか。戒厳令が敷かれる場所が出てくるという予言。ジョゼスさんがおっしゃっていたのが、スピリットが教えてくれているのは、人々を管理するために戒厳令のようなものが発令されるエリアが出てくるということです。ナショナルガードがニューヨークに配備されるという予言もしておりますが、この方向に向かっているようですというふうにジョゼスさんは今回おっしゃっておりました。ちなみに2023年予言トップ10バージョン1の方、年始の前回の、2023年の年始に、予言発表していた第1位の予言に戒厳令が選ばれていました。今年中にまだ起こってなかったので、起こってないなっていう感じですけども、ただ旧正月で考えると2月まではまだ新年迎えてないので、まだまだわからないですよね。起こる可能性は十分あるかもしれません。ジョセフさんの予言というのは毎回言ってますけれども、時期を当てるというのが、時期を的中させるというのが大変困難みたいです、私が見ていても。なので、たとえジョセフさんがこの日にこの月に起こりそうだって言って起こんなくても、決してそれが外れてなんだ起こんなかったじゃんっていうことではなくて、実際にその感覚、そしてビジョンがジョセフさんは見えているので、それがね、未来のどこかのタイミングで絶対私起こるんじゃないかなって思ってます。なので、考察が、世界のね動きを知る考察が必要なんじゃないかなって思ってます。引き続きニューヨークなんですけども、タイムズスクエアで起こること。ジョセフさん曰く、2001年の事件のようなことが再び起こらないことを祈っています。闇の支配者らは特別な日を選んで実行するので、パワーがある日は気をつけたいですよねというふうにおっしゃっています。それはトンネルで起こるかもしれない。
ジョゼフさん曰く、これはニューヨークではないかもしれませんけれども、本日この18日に感じていたことは、このトンネルで何かを奪還してしまう計画は進んでいるということです。これはトラックか何かしらの車両がトンネルを走行中に奪還するというものです。ヨーロッパの地下鉄で奪還してしまう予言。ジョセフさん曰く、地下鉄で奪還が起きてしまうビジョンを見ていますが、これはヨーロッパで起きているようです。で、この地下鉄に関する予言というのは過去に何回かしてまして、今画面に出ているこの3話が、主な回になっております。この3個のリンクは概要欄に貼っておきますので、地下鉄に関する予言気になる方は必読です。日本で起こる事件。ジョセフさん曰く、アタックのようなものが日本に起こります。これは東京内か東京の近くかで起きます。日本はその他異常者による凶器の事件が地下鉄で起こります。これはハロウィンの近くで起きそうです。こういうふうにね、ハロウィンっていうふうに言ってるんですけども、前回のハロウィンでは起きませんでしたので、もしかしたら今年のハロウィンかもしれませんし、ハロウィンじゃない可能性もあるので、何とも言えないですね。なので地下鉄、変な人がいたら皆さん気をつけてください。あまり近寄らない方がいいと思います。何が起きてもね、非常口とか出口というのをですね、どこにあるかっていうのを把握して過ごされた方が今年はいいんじゃないかな、この先はいいんじゃないかなって思いますので、皆さん注意してください。大きな会場での奪還。ジョセフさん曰く、サッカースタジアムやアリーナのような大きな会場で起こり、3回から6回くらい奪還が聞こえましたが、見た目はもっと起こっているようでした。この施設の外見、外側でも何かが起きているようです。サッカーや人が集まるイベントには気をつけてくださいというふうにおっしゃっておりました。で、ここからは、ブログの102話目でお伝えしていたものなんですけれども、地震に関する予言をお伝えします。神様からの警告。スピリットがおっしゃっていたことがあるということで、我々の神は人間にとても落胆させられている。特に中の東で起きている憎悪、アフガニスタンの大きな揺れを起こすというふうに神は警告しています。ジョセフさん曰く、アフガニスタンに関しては偶然とは思えないほど戦いが始まったとほぼ同時に揺れましたよね。スピリット曰く、神が警告しているのはタ・マルバンや過激な組織が神聖な場所を荒らすということでしょう。すでにこの過激なグループのお話は私が以前していますねというふうにおっしゃっておりました。確かにお話ししてました。で、この過激なグループについてなんですけれども、ジョセフさん曰く、タ・マルバン、IS 〇〇、ハマノスなどいろいろいますけれども、全部同じと言っても良いというふうにジョセフさんはおっしゃってます。なぜなら、このグループが集まって一つの大きなアーミーを形成している光景をスピリットが見せてくれているからです。で、このグループの活動に対して神が警告のためにアフガニスタンを揺らしたというふうにジョセフさんはおっしゃっております。ジョセフさん曰く、4回も揺らしています。なのでこれからも揺らされるでしょう。そして近い将来、大きな揺れはアフガニスタン付近、中の東のどこかで発生するでしょうというふうにおっしゃっておりました。で、かつてジョセフさんがおっしゃっていたのが、自然災害が起こる場所は闇が潜む場所というふうにおっしゃっていたことを覚えてますでしょうか。なので自然災害が起きたところは何かいけないことをやっていた場所なのかもしれないということを、特にね、中の東とかそういった部分なんですけども、考えてみてください、考察してくださいというふうにおっしゃっておりました。で、この過激なグループに関する予言なのですが、たくさん、ご紹介している回は去年2022年からありますね。2022年じゃない、去年からね、あります。で、今画面に出ているこの5話でお伝えしておりますので、この5個のリンクは概要欄の方に貼っておきますので必読です。で、このちなみに自然災害が起こる場所は闇が潜むというふうに
言っていたのは今画面に出ているこの回でお伝えしております。はい、中の東の動きがやばすぎるっていう回ですね。考察必須という回です。で続いてまた続編の予言なんですけども、炎の輪っかの予言です。で炎の輪っかというのはこの太平洋沿岸を囲む陸地沿岸線なんですけども、これがぐるっと輪っかになるということで、今画面に出てるんですけども、こんな感じですね。こういう輪っかのこの陸エリアが何か、ね、災害が起こりやすいエリアだというふうに言われてるんですけども、この、金環月食はそのね輪っかを象徴する現象だというふうにおっしゃってました。ジョセフさん曰く、炎の輪っかの一番上の部分、つまりアラスカ付近では何かが起こります。おそらく火山噴火などが起こると思います。このエリアでは噴火はさほど珍しいことではないと思いますが、ただ規模が大きいですというふうにおっしゃってました。3つの火山が噴火するという予言。ジョセフさんのスピリットが以前教えてくれたことがあるというんですけども、それは3つ連続して火山が噴火するということらしいんですね。おそらく下に、おそらくティンカーがシェアした時の、ね、あのことをおっしゃっている、この今画面に出ていることをおっしゃっていると思うんですけども、3つの地震が起きるということが世界で起こるカオスの幕開けとなるということを言っていました。諸説さん曰く、地球上で連続して噴火が起きるという予言をいつの日かしたと思うんですけれども、その一つがアフガニスタンなのかもしれません。それとモロッコ、トルコもありましたね。そしてアラスカに起こりそうだというふうに感じています。つい最近アラスカで 6.4 の地震がありましたが、噴火を考えると注視しておいた方が良さそうですというふうにおっしゃっておりました。ジョセさん曰く、見方によればモロッコ、トルコ、そしてアフガニスタンという3つの揺れが起きて、そして中の東の戦が始まりました。アフガニスタンでは4回揺れています。今後の地球に起こる災いの前兆なのかもしれません。しかし中の東には M7 度以上の、規模の地震が来ることをスピリットが見せてくれています。揺れてからの戦、先ほどもおっしゃっていたんですけども、アフガニスタンではない中の東のどこかで起こる大きな揺れを予言しているジョセフさんなんですけれども、ジョセフさん曰く、中の東で起こる大きな揺れですが、ビルなどが揺れている光景が見えます。この揺れの、ほぼ同時に再び戦が始まるでしょう。また何かの違う戦が始まるんですかね。ちょっとトルコとかイマルンとかね、怪しい動き見せてるので、多分このね中の東の戦というのは拡大化すると私も感じています。揺れが続く中の東のエリア。諸説曰く、中の東は人と人の戦だけではなく、天変地異との戦いにも備えなければなりませんというふうにおっしゃっておりました。ちなみにジョセフさんは日本の東京が揺れるということもおっしゃってます。配信中にジョセフさんが感じたのが、東京が揺れるということです。日本がということではなく、東京エリアがということをおっしゃっておりました。規模はどれぐらいなのかはちょっとおっしゃってなかったのでわからないんですけれども、備えておいた方が良さそうです。インドが揺れるという予言。ジョセフさん曰く、インドに関しては引き続き警戒していただきたいです。地震は起こり得ますというふうにおっしゃってます。パキスタンとイランの地震、地図を見て予言をするマップグラインディングをしてジョセフさんが感じたパキスタンでの地震なんですけれども、ジョセフさんおっしゃるには、インドでも地震は起こり得ますが、パキスタンでも揺れそうです。大きな揺れが起こることも驚くことはありません。神様が揺らすのでしょう。しかしこれは自然な揺れではありません。今年イランで発生した地震よりも大きいとスピリットは言っています。インド国境で何かが起きるという予言は昨年の10月の予言でしておりました。今画面に載っているこの回ですね。概要欄の方にリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。
その他揺れる場所としてトルコとギリシャの間のエリアも揺れるというふうにおっしゃっていますし、どっちかというとその時はギリシャ寄りなんじゃないかなっていうふうにおっしゃってました。そしてまだまだ中の東の話なんですけれども、サウジには大きなカルマが襲ってくるよという予言をしています。ジョセフさん曰く、サウジはガスやオイルを持っていますが長くは続かないでしょう。大きな出来事が起こるでしょうというふうに予言しています。この大きな出来事が何なのかわからないですけども、砂漠地帯から掘り出される情報があるということで、ジョセフさん曰く、空の神のビジョンを見ました。空の神と呼ぶのは空に現れたから私がそう呼んでいるだけなのですが、とても激しい姿です。神は拳を砂漠に叩きつけ、その瞬間に円を描いた稲妻がサウジを囲う形で出現します。その中心は王子様の城であり、そこにまっすぐ一直線の稲妻が落ちました。激しいビジョンですよね。ジョセフさん曰く、もしかしたらミ・マルイルが落ちてくるという解釈もできるかもしれないですし、地震のことなのかもしれないというふうに、ジョセフさんもちょっと何が何だかわからないということで、もう一つジョセフさんが読んでいる線は、砂漠自体から何かが出てくることなのかもしれないというふうにおっしゃってました。ジョセフさん曰く、空の神が拳を落とした場所はサウジの北の方、そしてイラクの下の部分です。そしてクウェートとイスラエルの間です。ここが未来に起こる戦場の位置なのかもしれません。世界の第3回目の戦いの幕開けなのかもしれませんというふうに、この辺ですね、今画面に出てますけども、この辺に新しい戦が起こるのかもしれないというふうにおっしゃってました。で、紅海が赤く染まるビジョン、この光景はジョセフさんおっしゃるにはシンボル的な意味合いを持つことなのかもしれませんというふうにおっしゃってました。たくさんの血が流れてしまうということなのかもしれません。赤道付近に起きる天変地異、ジョセフさん曰く、地震かもしれないですし、もしかしたら嵐のようなものが赤道付近のどこかに起きるのかもしれません。ケニア、コンゴ、スマトラ、マレーシア、インドネシア、エクアドル、コロンビア、ブラジルという広範囲にわたるエリアです。これはスピリットに引っ張られたことなので詳しくは分かりませんというふうにこの時点で言っていらっしゃいました。スピリチュアル的に強く感じた順序、強く引っ張られた順があるということで、その順序はケニア、インドネシア、そしてエクアドルという順番だったそうです。エクアドルに関しては沿岸線エリアは地震に気をつけてくださいというふうにおっしゃっておりました。N○SA の怪しい動き、ジョセフさん曰く、まずこのニュースですけども、ペプという名前のロケットを打ち上げるというものでした。目的は金環月食が起こる時に発生する影の部分を観測するためということなんですけども、引っかかるのはこのアペプという名前。アペプはエジプトの闇と混沌を象徴とした神様です。つまり太陽神の敵ということです。これに関して詳しく考察したい方はホピの回を見てください。ジョセフさん、過去にホピ族の予言というね、お話を3話にわたって私お伝えしてるんですけども、ジョセフさんのお話、今画面に載っているこのホピ族の予言の回でお伝えしておりますので、概要欄からリンクをチェックしてみてください。大浄化のおさらい。ここでジョセフさんがお話ししていたのがホピ族の予言でお話ししてくれたことなんですけれども、ホピ族が予言しているのは地球が大浄化の時を迎えようとしていることです。棺神事でも大掃除が行われるよというふうに言ってますよね。同じようなことを言ってるんですけども、詳しい内容はホピ族の予言、赤いカチーナ、青いカチーナ、バイ・ジョセフ・ティテル、惑星 X とその予言の一致という回でお話ししているんですけれども、
ホビ族の予言の中で聖書と同じようなことがね綴られている部分があります。例えば黙示録の8章10、第3の天使がラッパを吹くと松明のように燃える大きな星が天から落ち、川と水の泉の3分の1に落ちました。黙示録8章12、第4の天使がラッパを吹き、太陽の3分の1、月の3分の1、星の3分の1が打たれ、その光の3分の1が暗くなり、1日の3分の1が暗くなった夜の3分の1も同様に光を遮られるかもしれない。こういう黙示録の内容があるんですけれども、アペプはこの3分の1を覆う影を指すことを意味する可能性があるとジョセフさんは指摘していらっしゃいました。ここに闇の勢力が何かしらの意味を表現しているのかもしれないというふうにジョセフさんは考察をしていらっしゃいました。ホビ族の予言と一致するその他の文献、この3分の1も覆い隠す何かが大浄化を促す赤い惑星と戻ってくると言われる青い惑星なのかもしれないというのがホピ族の予言なんですけれども、聖書で語られている何かが天から落ちてくるというストーリーとホピ族が予言する惑星のストーリーが似ていたり、聖書では全ての3分の1の光が遮られるということと、大浄化の時に大昔に教えたことを覚えていないと選ばれないというようなところが、世界で起こる何かを予言するという意味では非常に似ているんじゃないかなってジョセフさんはおっしゃってます。ちなみに筆記真珠も同じようなことを言ってますよね。日本人が昔教わったこと、昔のことを思い出さないとこの世界は救われないみたいな。逆に日本人が目覚め、それを思い出した時にこの世界は素晴らしい世界になるという、それが大掃除の時だというふうに筆記真珠では言ってますよね。不思議ですね。陰謀レーダーがうずくロケットのサイズ、私が勝手にねこの陰謀レーダーって言ってるんですけども、ジョセフさん曰く名前もそうですけれども、ロケットの大きさは60フィート、これが3台、つまり666をわざわざ表現しています。悪魔の数字です。私は偶然は信じませんというふうにジョセフさんはおっしゃってました。このロケットの話なんですけども、この、3分の1の影、金環月食の影を測るこのアペプというロケットの話ですね。で、原点に戻って考えた方がいいんじゃないかというふうにジョゼフさんはおっしゃっていて、箇条書きにまとめると、1、N○SA が飛ばしたロケットの名前が太陽神ラーの敵であり、闇と混沌を象徴する神アペプであること。2、日食の日にアペプを飛ばすということ。3、ロケットは計3台で1つあたりの全長が60フィートで666を表現している。そして4つ目なんですけれども、N○SA という組織について原点を考えることが大事だということらしいです。ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、この組織は第2回目の、世界の戦以降にドイツの科学者が原点となった組織です。ヒットのラーに従えていた科学者らが立ち上げた組織らしいんですね。彼らが持っている空飛ぶ〇〇ですとか地球の秘密などの知識を受け継いだ組織とも言えるというふうにジョセフさんはおっしゃっております。ジョセフさん曰く、そんな彼らがわざわざシンボル的な名前を使って、そして数比学を用いて活動しているのであれば、何かしらのアジェンダが取り行われた可能性がありますよねというふうに。宇宙と惑星に関連する予言。ハッキングされる衛星。ジョセフさん曰く、衛星が打ち上げられるのですが、スペース X の発射と絡んでいるということで、衛星の何台かがハッキングされてしまうという予言です。私が感じているのが、国が他国の衛星をハッキングしているということです。撃ち落とされる衛星。
著説さん曰くハッキングされる衛星とは別の機体で狙われて完全に破壊される光景がありました。とにかくスペース X の発射で事故があり、そして N0SA も発射するのですが、何かが起こるかもしれませんというふうにジョゼさんはおっしゃっておりました。イ・マルンという国の動き。ジョゼさん曰く U の N のイ・マルンへの制裁期限が切れるということで、お米の国が制裁を行うと発表していました。スピリットが以前見せてくれたビジョンでは、世界各地でドッカンが連発して起きるというものがありましたけれども、それが起こらないことを祈りますというふうにジョゼスさんはおっしゃっておりました。意義のリスに関する予言。ジョゼスさん曰く、意義のリスではたくさんのことが巻き起こるとスピリットが言っています。ソロスが支援する抗議活動やデモがそうでしょう。ニューヨークに関する予言。ジョゼさん曰く、スピリットが言っているのはニューヨークで抗議活動が起きるということ。ソロス支援の活動ですが、闇の支配者らのターゲットはニューヨークのようです。やっぱりニューヨーク危なそうですよね。お米の国の政府が急に壁に賛成か。このタイトル何って思うんですけども、ジョゼさん曰く、今になってこのタイミングで前政権が取り決めたことを否定した後、やっぱり建設しますということになりました。これは国境の壁の件ですね。壁建設を否定していたのに今更建設しようよっていうふうに言い出したということで、ジョゼスさん曰く、私なりに思うのは、入れた人たちを閉じ込めるフェーズに入ったのではないかというふうに感じますというふうにおっしゃってました。だから移民を入れるだけ入れて、任務が完了したらゲートを閉めて壁を最後まで建設しようというような流れになっているんじゃないかというふうにジョゼスさんはおっしゃっております。今回の予言は以上になります。いかがだったでしょうか。ティンカー的にはですね、天変地異が起きるところに悪が潜んでいるというスピリットの言っていることが非常に気になるんですけども、やはりですね、悪は世界各地にいると思うので、スイスもそうだと思うんですけども、あの辺って結構平和ですよね。それを考えるとちょっと腑に落ちないかなっていうふうに思ってしまうんですけども、とにかくサウジとかイ・マルンとかトルコとか、あの辺、今の中の東の戦いのあの辺は今後もですね、非常に大変なことになっていくんじゃないかなって私は見ておりますので、皆さん備蓄をですね少しずつして、いつね供給が海外から、輸入が止まってしまうかわからないので、生きていけるように備えましょう。はい、今回の予言いかがだったでしょうか。いいなって思っていただけましたら、グッドボタンで高評価の方よろしくお願いいたします。また今後も予言聞いていきたいよ、いろんなティンカーさんの番組聞いていきたいよっていう方はチャンネル登録をよろしくお願いします。私不定期で配信しているので、できればベルボタンを押して私の配信ができたらチラリンと通知が流れるようにしていていただければというふうに思っております。はい、今回も長々聞いていただきまして、見ていただきましてありがとうございました。 Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Tinker's チャンネルでした。それでは See you next time. Bye bye. Much love.